はい、ギョレム大船屋ミュージアムに到着。これからここ入っていきます。並んでますね。カッパドキアの科学と思想の基盤は何千年もの修道生活が行われた最も特別な場所の一つです。谷の物語は最初のキリスト教時代の4世紀に始まりました。カイセリアのバシレイオス主教が彼の教えを広め、学生を育てるためにこの地域に来た時、修道院の生活が谷を支配しました。ギョレメ遺跡として知られているこの地域は13世紀まで教育訓練システムの中心地でした。ほぼすべての岩石が礼拝、生活、教育、そしてあらゆる分野の芸術と結びついた聖地に刻まれたこの谷は、1985年にユネスコ世界遺産に登録されました。ここは野外博物館の中です。本当に見てみると、ほとんど全部の岩が彫ってありますね。写真は禁止のところもたくさんなので見せることはできませんけど、あの時代に描かれた絵は壁にそのまま残ってますし、実際あの頃に生きてた人たちの全身の骨が飾ってあって驚きました。何よりもその骨が触れるぐらい近いのに、上にガラスなど何もガードされてないのが刺激的でした。私の気のせいかもしれないんですけど、骨の飾ってある部屋はちょっと独特の匂いをしてましたね。博物館がサマーペリオッドとウィンターペリオッドで別々の時間帯がありまして、両方ともオープニングタイムは8時ですけど、夏だと7時で閉まって、冬だと5時に閉まってます。そこは注意してくださいね。マナーに関しましては何も気にする必要がなく、普通の格好で大丈夫ですよ。好きな格好をして帽子でもマフラー、スカーフ、何でも OK ですよ。地図で見てみますと、カッパドッキャはトルコのほとんどど真ん中にあります。トルコの首都であるアンカラよりはちょっと下なんですが、西と東から見るとカッパドッキャの方が真ん中な気がします。そして距離として見ますと、首都のアンカラからカッパドッキャまで車で3時間半です。イスタンブールからカッパドッキャまでは車で8時間。飛行機では1時間15分です。飛行機は季節もよりますけど、だいたい約50トルコリラ以上ですね。めちゃくちゃ安い時もあるけど、だいたいこの値段で見ておいてください。そしてこのギョレメ野外博物館はカッパドッキャ、いわゆるギョレメのセンターから歩いてなんと22分だけです。だから歩いても行けますよ。ここは昔のキッチンらしいです。もう入り口からちょっとこんな感じなんだ。これがテーブルです。これがテーブルで、おそらくここは皆さんが座っているとこです。こういう感じです。テーブルと椅子でございます。そしてこのテーブルのご飯食べる場所からキッチンへ行く場所があるんですけど、あんまりにも狭くてちょっと行けるかな。こういうどこを踏めばいいんだろうと思う。よっしゃ、行けた。なんか穴がいっぱい掘ってある。多分物置として使ってたのかしら。あそこが一番広くて、なんかたくさん場所があります。そして床にこういうなんか鍵みたいなのあって、石とかあるんで、もしかしたらここで火を起こしたのかしら。ちょっとそうだ、もうここがあるとこが真っ暗なんで、やはりここで火を起こして、ここでご飯を作って、
で、ここから運んでたってことですね。素晴らしい。よし、出ましょう。そしてここにまた別のとこがある。ここもキッチンなのかしら。うわ、ここもなんか面白い。なんかここちゃんと間があって、こういうとこに物置いたらどうやったら取ってたんだろう。なんかね、私約60センチなんだけど、今はヒールも入ってて、これですよ、これ。だからこれどうやって皆さん取ってるんだろう。もっと身長が皆さん高かったっていうことですね。ほら見て、ちょっと怖いよ。ちょっと行ってみようか。これ全部お墓です。お墓らしいです。これ全部。これ全部お墓です。ちょっとなんか骨だけを入れるので、だから細くても大丈夫らしいです。この後ろに登ります。あ、ここから入っていくみたいですよ。なんか、うわ、すごい階段急。真っ黒。ここも台所だったらしいんです。ここ登ってきます。ツアーの時間切れだったので登れず帰りました。残念。ツアー参加の場合はツアーによって別料金かかったりかからなかったりするんですけど、個人でしたら入場料は現在75トルコリラ、およそ1300円前後です。そして、もし個人で3日間ぐらいカッパドッキャにいていろいろ見回りたいのであれば、カッパドッキャ3日間パスというのがありまして、約90トルコリラ、およそ3330円前後です。URL は下に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後まで見てくれてありがとうございます。初めての方はチャンネル登録お願いします。私をサポートになりますので、いいねお願いします。次の動画で会いましょう。またね。バイバイ。ラブー。